英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ How are you doing, everybody? 時事ニュースを使いながらしっかりと英語力と情報力どんどん上げていきたいと思います。NHK ワールドニュースを使って英語力、情報力上げていきたいと思いますけれども、アメリカ大統領選挙今年11月にありますが、トランプ元アメリカ大統領と現職バイデン大統領の一騎打ちになるということが濃厚になってきたというこのニュースを見ていきたいと思います。ある情報ではですね、このトランプ元大統領がアメリカの大統領に返り咲くということが2024年最大のリスクと言われていますけれども、そうなる可能性がどんどん高くなってくるようなですね、共和党内の候補者選び行われています。それではまず英語字幕ありでこのニュースを見ながらニュースのアウトライン概要を見ていきましょう。次にしっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら私たちも英語を声に出してしっかりと英語を話す練習をして日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力を上げつつ難しい単語表現そしてニュースの詳細の意味見ていきましょう。次に3番目同じニュース今度は字幕なしでもう一度確認して字幕がなくても英語のリスニングだけでしっかりと学習した英単語表現、そしてニュースの詳細の意味、確認できるか聞き取れるかチェックしていきたいと思います。3番目まではこのニュースを使いながら英語力、そして情報力、インプットしていきますけれども、4番目はそのインプットした情報、英単語などをですね、英語を話しながらアウトプットするスピーチ練習をやっていきたいと思います。この練習がですね、今日本人に一番必要ではないでしょうか。しっかりとマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを活用しながら無料でたくさんいつでも楽しく英語を話して日本人が苦手と言われている英語力どんどん一緒に伸ばしていきましょう。英検1級家事チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるなと思った方はぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック高評価ボタンのクリック応援よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら今一体アメリカ大統領選挙に向けた候補者選びどうなっているのか見ていきましょう。Let's get it started. さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。原稿を読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左側の NHK ワールドニュース集中してみていただければいいと思います。では行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. We move now to the latest on the U.S. presidential primaries, this time in the state of Nevada. Republican candidate Nikki Haley has suffered a defeat, finishing behind ballots marked none of these candidates. Many of those were believed to have been cast by supporters of Donald Trump. Haley was the last remaining rival to the frontrunner Trump and the only major Republican candidate who was on the ballot in the primary. U.S. media say with 78% of the ballots counted, the former UN ambassador received about 31%, while none of these candidates had over 62%. Well, I actually voted for none of the above here because the primary here didn't include all of the people, and I'll be going in Thursday for the caucus to vote for Trump. The Nevada Republican Party does not consider the primary organized by the state as an official nomination contest. Instead, it plans to hold caucuses on Thursday. With only Trump on that ballot, he's almost certain to win in the caucuses. Meanwhile, U.S. President Joe Biden won the Democratic presidential primary, also held in Nevada on Tuesday. With 82% of the ballots counted, Biden secured nearly 90% of the vote. The U.S. presidential election will be held in November. さあでは字幕ありで見てみましたけれども詳細見ていきたいと思います。今回はネバダ州でですね、アメリカ大統領に選出する候補者、共和党から、ですね、ニッキー・ヘイリーさん、出てますけれども残念ながらですね、票が集まらなかったということで、トランプ前アメリカ大統領の勢い止まらずということでこうなってくるとですね、大統領選
民主党からは現職のバイデン大統領、そして共和党、リパブリカンからはですね、前のアメリカ大統領、何かと話題、そしてですね、2024年のリスク、最大のリスクとも言われているトランプ大統領が出てきてですね、一騎打ちになるんではないかというこの構想、見方がですね、濃厚になってきた。そんなことを感じさせるニュース。では次はですね、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、私たちも字幕をしっかりと声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力を高めていくために英語を話すことに慣れながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味見ていきましょう。ということで視聴者の方も声が出せる方はですね、一緒に左側の英語を音読しながら右側の日本語訳も見ながらですね、内容を見ていきましょう。ではこの色の変わっている部分を音読していきたいと思います。We move out to the latest of the U.S. presidential primaries. This time in the state of Nevada, Republican candidate Nikki Haley has suffered a defeat, finishing behind ballots marked none of these candidates. ということで、ネバダ州アメリカ大統領選予備選最新情報ということで、共和党候補のニッキー・ヘイリー氏ですけれども、敗北を喫し、投票数ではこれらの候補者のいずれも獲得できなかったということで、ヘイリーさん出たんですけれども、そこにはですね、トランプ大統領立候補していないということで、一人だけで出たけれども得票率が伸びなかったということですね。半数以上、得られなかったということです。さあではここを押さえておきたい単語表現ですけれども、US Presidential Primaries というのですね。アメリカ大統領予備選ということですね。US Presidential Primaries 覚えておきましょう。Primaries 予備選ですね。そして今回は in the state of Nevada ネバダ州であったということです。そしてリパブリカンというのは共和党ですね。リパブリカンキャンディデート。共和党の候補、共和党から元アメリカ大統領トランプさんにとって変わって出るかと期待されていますけれども、票が伸びないトランプ大統領の人気の方が依然としてはるかに高いというこのニッキー・ヘイリーさんですね。キャンディデートというのは候補者、リパブリカンというのは共和党ですね。suffer defeat、敗北を喫したということですね。そして、finishing behind、何々の後に終えたということで、ballots marked none of these candidates。投票する人誰もいないというですね、そういう票に負けたということで、半数以上取れなかった。一人で出ても半数以上取れなかったということですね。そして、誰もここには投票者数いませんという票を入れた方が多かったということです。さあでは、その理由なんかをここから見ていきましょう。では、まずですね、音読をしながらスピーキング力を上げていきたいと思います。Many of those were believed to have been cast by supporters of Donald Trump. Haley was the last remaining rival to the frontrunner Trump and the only major Republican candidate who was on the ballot in the primary ということで、それらの多くはドナルド・トランプの支持者によって投じられたと考えられているというのはですね、ここには投票者がいないと入れた人というのはトランプさんの支持者だと考えられていると。このヘイリー氏、最有力候補トランプ氏に最後まで残ったライバルであり、予備選で投票に加わって唯一の主要な共和党候補者だったということで、今、共和党の大統領候補としてトランプさんと戦っているのは唯一ですね、このヘイリーさんだけなんですけれども、なかなか勝てないと。トランプさん人気が非常に強いということですね。では、ここを押さえておきたい単語表現ですけれども、フロントランナートランプ。フロントランナーというのは最先端。一番先を走っているということですね。一番人気があるということです。そして、in the primary というのは先ほども出ましたけれども、primary 予備選ですね。大統領候補予備選ですね。では次見ていきましょう。US media say with 78% of the ballots counted, the former UN ambassador received about 31%, while none of these candidates had over 62% ということで、アメリカのメディアによると、開票率 78% 時点で、ヘイリーさんは元国連大使ですけれども、得票率 31% しかなかった。そして、これらの候補者の得票率というのはですね、もう誰もいないと書いた方に投票した人が 62% を超えた
ということで、この 62% がトランプさんを支持していると見られているわけですね。では、ここを見ていきましょう。count というのは動詞で数えるですね。ballots counted。票が数えられた 78%。そして、former というのは前のですね。UN というのは United Nations 国連大使だったヘイリーさん。31% 獲得しているけれども、None of these candidates、候補者は誰でもないというところに投票した人がなんと 62% もいたということですね。では次見ていきましょう。ではここ音読しながら、これは投票に来た人がコメントしていました。Well, I actually voted for none of the vote here because the primary here didn't include all of the people and I'll be going in Thursday for the caucus to vote for Trump ということで、私は実際にここでどの票にも投票しなかったということで、なぜならここの予備選挙には全員が含まれていなかった。トランプ大統領が含まれていないとですね、元代表。そして木曜日にはトランプに投票するために党員集会に行く予定ということで、このネバダ州のこの党員集会というのが、正式なですね、大統領候補を選ぶ、集会であるというふうに位置づけられていますね。ではここを、押さえておきたい単語表現ですけれども、vote というのは投票するということですね。I actually voted for none of the vote here. 投票しなかったというですね。票入れなかった。include というのは含むですけども、didn't include all of the people. すべての候補者がこの予備選には含まれてなかったからだということで、これトランプ大統領が入っていないから投票しなかったということですね。そして、caucus というのはですね、党員集会ということで、党員集会木曜日に行って、そこでトランプさんに投票するよとこの男性は言ってましたけれども、こういう人たちがですね、62% ぐらいいたんではないかと言われているということです。さあ、ではここを押さえていきましょう。音読しながら。The Nevada Republican Party does not consider the primary organized by the state as an official nomination contest. Instead, it plans to hold a caucus on Thursday. ということで、アメリカ、United States of America というだけであってですね、いろんな州が合わさって一つのアメリカになっているので、州ごとに法律もルールも違うということで、ネバダ州の共和党、州主催の予備選を公式の指名争いとみなしていないということですね。ですからトランプ大統領出ていなかったと。代わりに木曜日に党員集会を開催する予定だということです。ではここを押さえておきたい単語表現。consider というのは見なすとかですね、考える、そのように考えるということです。The primary 予備選 organized by the state ネバダ州によってorganized 準備されたこの予備選というものをネバダ州の共和党というものは does not consider考慮していない、考えていない。何にかというと、as 何々としてですね。Official Nomination Contest、共和党からの大統領候補を選ぶオフィシャル、正式なノミネーションコンテストとして認めていないということです。Instead、その代わりに It plans to hold caucuses。これ caucuses というのは党員集会ですね。覚えておきましょう。caucuses on Saturday。その代わりに木曜日に、党員集会を開いて、そこでオフィシャルノミネーションコンテスト。正式に誰を共和党の大統領候補にするかを選ぶということですね。では次、ここを音読していきましょう。With only Trump on that ballot, he is almost certain to win in the caucuses. Meanwhile, U.S. President Joe Biden won the Democratic presidential primary, also held in Nevada on Tuesday. ということで、その木曜日、caucuses 党員集会、トランプ氏しかいないため、党員集会でトランプさんが勝つのはほぼ確実ということですね。一方、火曜日に同じくネバダ州で行われた、今度民主党の大統領予備選では、ジョー・バイデン大統領が勝利したということで、こうなってくるとですね、今年11月の大統領候補、バイデン大統領と元大統領のトランプさんの一騎打ちになるんではないかなという構想、この確率が非常に高くなってきました。そしてですね、この今頑張っている女性のですね、ヘイリー氏ですけれども、もう勝てないと思えば辞退するということも考えられますので、そうなると
元大統領のトランプ氏とバイデン大統領で大統領争いするということになりますね。では、ここを押さえておきたい単語表現ですけれども、almost certain ほぼ間違いないということですね。He is almost certain to win in the Caucasus、トランプ大統領のことを示している he ですけれども、まず間違いなくこの党員集会で、勝つだろうということですね。Meanwhile 一方でという接続詞ですね。Democratic というのは民主党ですね。民主党のプレジデンシャルプライマリー、大統領予備選ですけれども、こっちは無難に、バイデン大統領が勝ち進んでいるということです。With 82% of ballots counted, Biden secured nearly 90% of the vote. The U.S. presidential election will be held in November. ということで、民主党の方はですね、バイデン大統領しかいないということで、もう決まっていますけれども、82%、開票されて 90% 近くの票を集めているということですね。そして世界が注目している US Presidential Election、今年のアメリカ大統領選挙ですけれども、ノーベンバー11月に開かれるということで、バイデン大統領なのか、ほぼ、元アメリカ大統領トランプさんの一騎打ちになる構想が出てきましたけれども、英語、日本語訳を使いながらしっかりとアメリカの大統領選挙、どんな感じになるのか、英語を学習しながら情報力しっかりアップできたんではないでしょうか。では次はですね、3番目、字幕なしでもう一度同じ NHK ワールドニュースを見て、しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの詳細な意味、理解できるのかチェックしていきましょう。Caucasus 覚えてますでしょうか。党員集会ですね。そのあたりの、専門用語もしっかりと覚えながら、英語力、情報力どんどん上げていきましょう。では、Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try. さあ、それではしっかりと字幕なしでリスニング集中してアメリカの大統領選挙候補者共和党民主党は一体誰になりそうなのか今どんな状況なのかしっかりと聞いていきましょう。We move now to the latest on the U.S. presidential primaries, this time in the state of Nevada. Republican candidate Nikki Haley has suffered a defeat, finishing behind ballots marked none of these candidates. Many of those were believed to have been cast by supporters of Donald Trump. Haley was the last remaining rival to the frontrunner Trump and the only major Republican candidate who was on the ballot in the primary. U.S. media say with 78% of the ballots counted, the former UN ambassador received about 31%, while none of these candidates had over 62%. Well, I actually voted for none of the above here because the primary here didn't include all of the people, and I'll be going in Thursday for the caucus to vote for Trump. The Nevada Republican Party does not consider the primary organized by the state as an official nomination contest. Instead, it plans to hold caucuses on Thursday. With only Trump on that ballot, he's almost certain to win in the caucuses. Meanwhile, U.S. President Joe Biden won the Democratic presidential primary, also held in Nevada on Tuesday. With 82% of the ballots counted, Biden secured nearly 90% of the vote. The U.S. presidential election will be held in November. さあどうでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース聞いてみましたけども、しっかり聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻って何度も聞いて、しっかりとリスニングをしながら自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらリスニング力アップ、そして新しい単語表現力アップ、情報力アップしていきましょう。さあ、3番目まではですね、しっかりとこの NHK ワールドニュースを使いながら、英語を学習しつつ、しっかりと情報力アップできたと思います。さあ、アメリカの大統領選挙、誰と誰の一騎打ちになりそうなのかということが見えてきましたけれども、次は4番目。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながら、今、インプットした情報を今度は英語を話しながらアウトプットして、日本人が一番苦手と言われている英語でのスピーキング力高めるために練習していきたいと思います。今からチャットを使いながらどのようにやっているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。こ
このチャットを使うとまるで人間と英会話をしているように無料でいつでも好きな時にいつでも好きな場所で練習することができるので英語のスピーキングパートナーですね、なってくれると思います。2つ注意点があって、まず1つはですね、英語で話しかけたりですね、やり取りをしますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に設定を切り替えて使うようにしましょう。これがまず1点目。そして2つ目、この Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけますけれども、話しているときにどうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができるとこのチャット、会話が終わった、スピーチが終わったと勘違いして、リスニングを強制的に終了してしまいますので、できるだけ Well とかですね、Let me think about など言いながら、まだ話しているということをチャットに伝えながらスピーチすると、続けてスピーチを聞き取ってくれると思います。注意するのはこの2つだけで、あとはですね、もうこのボタンを押して、私の場合だとニュースから得た情報をもとにたくさん英語を話す練習しますけれども、ニュースあんまり興味ないとかですね、喋る気になれないっていう方は自分の趣味とか音楽とか映画とかですね、カルチャー、文化とか食事とか何でも、話しかけたら相手は生成 AI 搭載しているので関連する情報をスピーキングとライティングでどんどん返してくれますので、質問なんかを繰り返しながら楽しくたくさん英語を話しながらスピーキング力アップできると思います。それでは今からどのように活用して英会話をしているのかデモンストレーションしますので、ぜひ参考にしていただいていいなと思ったら皆さんもやってみてください。私は先ほど確認した NHK ワールドニュースの内容をですね、元に、得た情報をアウトプットしながらスピーキング練習していきたいと思います。では、Let's practice speaking in English。さあ、ではこのボタンを押して今から英会話していきますので参考にしてみてください。Hi Bing, how are you doing? I would like to share latest news I got from NHK World Japan. It's about primaries in United States presidential election. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. So as a part of my practice, I would like to share that latest news by speaking in English and share it with you. Are you ready to hear my speech?こんな感じで話しかけると聞き取ってくれて、英語で返してくれる。Hello, I'm ready to listen to your speech. Please go ahead and share the latest news about the United States presidential election primaries. Your English practice sounds great, and I'm here to listen attentively. Thank you very much. The latest news and information I got this time is primaries was going on in state of Nevada in United States. Only Republican candidate Nikki Haley was there, but unfortunately she got only about 31% of vote. And the rest of voters casted a ballot, none of vote. That means it is said that about more than 60% who cast the ballot for now the vote is said to be a supporter for Donald Trump. According to that news, it is a little bit complicated, but Nevada Republican organization does not recognize primaries in Nevada as an official nomination. So こんな感じで止まっちゃうと切れちゃいますね。Certainly. Let me provide some insights into the recent Nevada primaries for both Republicans and Democrats. In the state of Nevada, voters recently participated in the presidential preference primaries. Here's what's been happening. Democratic primary. Nevada held its second official Democratic primary of the 2024 cycle. President Joe Biden aimed to secure delegates in this primary. His goal is to mobilize his base in battleground Nevada and build support from the state's diverse coalition. Notably, former President Donald Trump did not participate in the Democratic primary. He is only involved in the caucuses. On the Democratic primary ballot, Biden faced nominal opposition from several candidates, including author Marianne Williamson. However, other prominent Democratic challenger Minnesota Representative Dean Phillips was not on the ballot.
Nevada's primary now holds significance as the second contest on the Democratic calendar, following the party's decision to demote Iowa and New Hampshire. This change ensures a more diverse electorate at the start of the Democrats' presidential nominating battle. Republican primary. The Nevada Republican primary took place alongside the Democratic primary. However, the Republican Party chose to award its delegates via caucuses held separately on Thursday after the primary. Right. Former South Carolina Governor Nikki Haley, a major 2024 GOP rival, appeared on the Republican primary ballot but did not participate in the caucuses. Interestingly, eligible voters could vote in both the primary and the caucuses, even though candidates were prevented from participating in both contests. The state GOP's caucuses will determine the allocation of Republican delegates, which will count toward winning the party nomination. Notably, former President Trump is only involved in the caucuses and is not on the primary ballots. In summary, while the Nevada primaries have caused some confusion due to the dual contests, both Biden and Trump are expected to emerge as winners in terms of delegates for their respective parties' nominating conventions. The situation remains intriguing, especially given the unique dynamics of this election cycle. Thank you very much for your detailed explanation. Even I've had a detailed explanation, it is so complicated and very difficult for Japanese to understand details of this vote system. Anyway, what I learned from NHK World News is that maybe former US President Donald Trump will be a presidential candidate from Republicans because his momentum and popularity is very strong among his supporters. And unfortunately, it feels like Nikki Haley cannot defeat Trump as a presidential candidate. So I think this year's November presidential election will be a face-to-face by current President Joe Biden and former President Donald Trump. So some people said the most risk in year 2024 is Donald Trump will be a United States president. So I think many people around the world is watching out the result of this very important US presidential election will be held in this November. Thank you for sharing your insights. The United States presidential election process can indeed be intricate, and it's natural for people from different backgrounds to find it challenging to grasp all the details. Let's break down your observations. Donald Trump's momentum. Former President Donald Trump remains a prominent figure in American politics. His strong support base among Republicans makes him a formidable candidate. Nikki Haley, another Republican contender, faces an uphill battle against Trump's popularity within the party. Potential face-off. As you mentioned, the 2024 presidential election could indeed shape up as a face-to-face contest between current President Joe Biden and former President Donald Trump. Their differing policies, leadership styles, and visions for the country will be central to the campaign. Global attention. The U.S. presidential election always garners global interest. The outcome impacts not only Americans but also people worldwide. Many are closely watching how events unfold, especially given the potential risks associated with different candidates. November election. You're absolutely right. The crucial U.S. presidential election will take place in November 2024. Voters will decide the direction of the country, and the world will be paying close attention to the results. Remember, elections are dynamic processes, and unexpected developments can occur. Let's stay informed and engaged as we approach this significant event. Okay, thank you very much for your feedback. As one Japanese, I have wondering feelings about the popularity of former US President Donald Trump because he is under prosecution. He is in charge for some charges such as interviewing attacks on the Congress in year 2020 election, try to upside down the result of the US president election in year 2020, like that. Among those circumstances, why
American people is so how can I say? Why American people is so put popularity on former President Donald Trump. I think this is a little bit difficult point for me to understand, because I think what Donald Trump is saying and the policies he is talking about is create unstable situations around the world, I feel. So could you tell me about this point? Certainly. The popularity of former U.S. President Donald Trump is a multifaceted topic, and it's influenced by various factors. Let's explore some aspects. Political divide. American politics is deeply divided along party lines. Trump's presidency evoked strong reactions from both supporters and opponents. His policies, communication style, and approach to governance resonated with a significant portion of the population, while others vehemently disagreed. Base of support. Trump's base of support primarily consists of conservative Republicans. His unapologetic stance on issues such as immigration, trade, and national security appealed to this demographic. His America First approach resonated with voters who felt left behind by globalization and rapid social change. His unfiltered messages often bypassed traditional media channels. His controversial statements and provocative language garnered attention, both positive and negative. Economic policies. Before the pandemic, the U.S. economy experienced steady growth during Trump's tenure. Many supporters credited him with job creation and stock market gains. Tax cuts and deregulation were central to his economic agenda. Foreign policy and global impact. Trump's foreign policy decisions were polarizing. Supporters appreciated his tough stance on China, renegotiation of trade deals, and withdrawal from international agreements. Critics raised concerns about strained alliances, unpredictable diplomacy, and withdrawal from climate and nuclear agreements. Impeachment and controversies. Trump faced impeachment twice during his presidency. Some saw these proceedings as politically motivated, while others believed they were necessary accountability measures. Controversies surrounding his personal behavior, business dealings, and handling of the pandemic also shaped public perception. Cultural identity and populism. Trump tapped into a sense of cultural identity, portraying himself as an outsider challenging the establishment. Populist rhetoric resonated with voters who felt marginalized or overlooked by the political elite. Legacy and historical context. Historians will continue to assess Trump's legacy. His impact on the judiciary, appointing 3 Supreme Court justices, and reshaping the Republican Party are significant. Public opinion can shift over time, and how Trump is remembered will evolve. Remember that public opinion is diverse, and people's views are shaped by their individual experiences, values, and priorities. The complexity of Trump's popularity reflects the rich tapestry of American democracy. さあ、こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、このマイクロソフト、コーパイロットのチャットを使うと、今デモンストレーションしたようにですね、まるで人間と英会話をしているような感じで、無料でいつでも好きな時でも、いつでも好きな場所でですね、たくさん英語を話すことができますので、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん高めていくことができるのではないでしょうか。英語を話す練習といってもですね、話す内容、話すネタがないとなかなか言葉が出てこないっていうのがあるので、私の場合は最新のニュースをですね、インプットして、それをもとにアウトプットしながら、このチャットといろいろと英語で話してスピーキング練習、するようにしています。皆さんもですね、ニュース、興味がないという方は趣味とかですね、何でも返してくれますので、ぜひいいなと思ったら、このコーパイロットのチャットを使いながら、日本人が苦手と言われている英語力、どんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使いながらしっかりと英語力と情報力アップしましたけれども、アメリカ分断されているということですけれども、依然としてですね、前のアメリカ大統領トランプさんの人気が共和党内で非常に高いということで、今の状況だと11月のアメリカ大統領選挙はバイデン大統領とトランプ大統領の一騎打ちに
なる。そしてこの勢いのままいくと、もしかすると次のアメリカ大統領はトランプ氏になるんではないかと考えている人が多く世界中にいるんではないでしょうか。皆さんはこのニュースを見ながら新しい単語、表現、そしていろんな情報に触れたと思いますけれども、どんなことを感じましたでしょうか。研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、ぜひ次の動画も見ていただいて、チャンネル登録、高評価ボタンもクリックいただいて応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video tutorials and I hope you will check my next video as well. Let's improve our English skills and expanding our information knowledge. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.